よし、食った。かかったけど、これは、うわ、細いサバもある食べ方をしたら美味しくなるので持って帰ろうと思います。はい、こんにちは、やろです。今回は仕事帰りにちょいっとアジングに行ってきました。のんびり海を眺めながら晩酌用のアジをちゃちゃっと釣って帰る予定だったんですが、どうだったでしょうか。いつも通りアジングの基本的な釣り方も解説しながら釣っていきますので、ぜひご覧ください。ちょっとここで2026年のフィッシングショー参加のお知らせです。2月の7日と8日に開催されるフィッシングショー大阪ですが、今年もドヒトミのスタッフとして参加いたします。2月の7日は丸1日、2月の8日は朝1から15時までドヒトミのブースに常駐しております。最近は矢野は AI じゃないかと言われることが結構あるんですが、実在する人間なので、ぜひドヒトミブースに会いに来てください。たくさんの方にお会いできるのを楽しみにしております。それでは実況編に戻ります。さあそしたら準備ができたのでアジを狙っていきましょう。今日はね、レンジクロスヘッドの 1.3g にイージーシェーカーの2インチ、これでスタートしていきます。さあ仕事帰りにね、ちゃちゃっと晩酌のおかずを釣ってから帰ろうと思うんで、スパッとアジがいたらいいんですが、で今日はニット帽と手袋を忘れてきたのでめちゃくちゃ寒いです。短時間勝負でちゃちゃっと釣ってから帰りたいと思います。で、投げて底の方まで沈んだら軽く糸吹けを取ってちょんちょんちょんとアクションと食わせの間、ちょんちょんちょんとアクションと食わせの間を交互に入れながらアジを探していきます。よし、食った。いや、アクションに立ったの食わせの間のタイミングでね、ポンとね釣ってくれました。お、いや、1匹目アジ釣れてくれました。16、7センチぐらいの可愛らしいアジでした。こういうアジでも手元を隠してこうちょっと前に出したら大きく見えます。これでもレンジクロスヘッド、丸飲みしてくれてます。まあちょっとね、可愛いサイズだけど、まあせっかくなんでいただきましょう。一匹一匹小さいけど血抜きします。そしてワームを刺し直して針先チェックで、イージーシェーカーの匂いをちょっとチェックして、ちょっとね投げる方向を変えます。1匹目はサイズが小さかったんで、ちょっと投げる方向を変えてもう少しねいいサイズ探したいと思います。よし、狙った深さまで沈んだら糸を吹け取ってアクションと食わせの間を、今当たりか交互に入れながら探っていきます。いや、今当たったけどこれアジがすごい小さいな。よし、かかったけど、これはうわ、めちゃくちゃ可愛いサイズ。このサイズが群れで入っていそうです。落ちた。もったいな。よし、次は落とさないでいきましょう。これは今日入った場所は今ぐらいのもう17センチか、そのぐらいのサイズが、まだ17もなかったかな、16か15、16ぐらいのような気がしますね。超可愛いサイズが入ってそうです。やっぱりジグヘッドのフックのサイズというのはその時の釣れているアジのサイズに合わせて調整してやるとフッキング率が良くなるので、今15センチから20センチ内ぐらい、17センチ前後ぐらいのアジが釣れているので、そういう場合はフロードライブヘッド、そちらを使った方がフッキング率が良くなるのでおすすめですね。今日はレンジクロスヘッドしか持ってきていないので、ちょっとフックサイズが大きすぎてフッキング率が悪くなりそうです。
お、食ったけど、うわー、また。いや、もう同じぐらいのサイズがいっぱい入っているようです。南蛮漬けだな。まあ、うまくやったら口にかかってくれますが、これはでもフロードライブヘッドを使った方がフッキング率はもっと良くなると思います。まあ、とりあえずポツポツと釣れてくれてますが、ちょこちょこね、投げる方向を変えたりとか、探る深さを調整して大きいサイズにないかなと思ってやっているんですが、なかなかもう競争の方から底の方から大きいの方から手前の方まで割と豆味が多いですね。で、今ファーストフォールで、ひったくっていきましたね。で、その後またファーストフォールでひったくっていってほったらかしにしていたらまた、かかっていました。これはどこにかかってるかな。口の横の浅いとこかな。とりあえず連発で釣れてくれました。ファーストフォールで持っていきました。ラッキー。ちょぴっと。またちょこちょこね、投げる方向は変えながら探っていきます。まあもうこのぐらいのね、南蛮漬けのサイズだったら、まあ10本ちょいぐらい釣れたらもう終わりにしてもいいかなと。もうこのペースだったら多分30分ぐらいでいけるんじゃないかなと思うので。よし。ちょんちょんとアクション入れて、ちょんちょんちょんと。食ってた。ワームがずれたか、今ので。ずれてるっぽいな。ワームがずれてるっぽいんで、ちょっと回収します。ずれましたね。この状態になったら、アジの食いが悪くなるので、すぐに回収して、もう一回投げます。ワームがずれているのは、そのワームがずれてない時と比べて、アクションに行った時の抵抗感がすごい大きくなるので、それで判断するようにしています。何もずれてない状態だったら、トントントンってあんまり大きい操作感がなかったりするんですが、ワームがやっぱりずれたら、結構そのずれた分、ボヨンボヨンみたいな感じで操作感が結構大きくなるので、それで一つ判断できますね。いや、連発連発。可愛いサイズだけど楽しいですね、釣れてくれたら。活性高いんで、レンジクロスを丸飲みしてくれています。意外とフロードライブヘッドじゃなくてもいけてますね。で、針先とワームのズレを確認して、問題ないので、もう一回いきます。尺以上のアジをポンポンポンとするアジングとかも、こういう風な20センチないアジを釣ったりするのも、それぞれアジングで、どちらも楽しさがあるので。ワームがずれた。僕は好きですね。ワームがない、これフグだ。フグにワームを壊れてた。というんで、ちょっと一旦ワーム交換します。そしたら、ワームを新しく変えました。同じくイージーシェイカーの2インチ。これでいきます。いや、でも本当イージーシェイカーの登場でアジング用のワームの勢力図が大きく変わりましたが、今回また2インチが登場したことによってやっぱ同じサイズのアジングのワームの勢力図が一気に変わりそうですね。イカの匂いがめちゃくちゃ効いてるんでよく釣れます。で、今もファーストフォールで沈めていたら何かひったくっていきました。もう沈めているだけで、アジが釣れるという、投げ釣り状態に、なってきました。連発です。いや、もうファーストフォールでなんか釣れるようになったんで、ちょっと作業的な要素になる気がしますが、でもこれはこれでね、もうある程度おかず分釣れたら終わりにしようかなと思いますが、仕事帰りにちょいとこう海に来て手軽にピッと晩酌分の魚を釣って帰るっていう風な感じでできるのがいいですね。で、こうやってやっぱ海で、静かな海でのんびりとこう竿を出しながら釣りをするのもまた気分転換になってめちゃくちゃいいですね。今の当たりかけれなかったんで多分ワームがずれました。
なんかまたかじられてる。またフグだ。さあワームをまた新しく買いました。いやでもフグなのかな。なんかでもゴンと当たりが来てからワームがかじられているんでフグじゃないような気もするけど、どうでしょうか。よいしょ。バッチリアクション入れた後のね、食わせのもらうタイミングでってくれました。でもこれはなんか走るんでサバ臭いですね。多分サバだと思います。おお、サバですが、えらい細いです。このぐらいの細いサバもある食べ方をしたら美味しくなるので持って帰ろうと思います。よし、ピッと投げて。でもサバ、サイズのサバ持って帰って食べるんだったらあと何匹かサバも欲しいな。小さいサバでも美味しく食べれる方法があるんで、ちょっとねまた帰って調理シーンで紹介しますね。これはねうまいんですよ。よし、でそこの方まで沈んだら、また食ってた。いやもうファーストホールで食っているという投げ釣り状態になってきました。アチド 7G の612の N の S 使っていますが、このぐらいのサイズでも竿が曲がって引きを楽しめるのでいいですね。ファーストフォールでがっつり丸飲みです。さあそしたらいい感じでパターンも掴んで連発してくれているので、この感じで息抜きをしながら晩酌のおかずを釣っていきたいと思います。じゃあ頑張ります。ただいま帰ってきました。いや今回ちょっとねサイズが可愛かったですね。まあそれでも数はたくさん釣れてくれたので良かったです。で今回はこの小さい小サバはアヒージョにして、そしてアジは青唐辛子のたたきでいただこうと思います。ちょっと全体的にサイズは可愛いんですが、頑張って3枚におろしていきます。でちょっと全部さばくのは大変なので、今回1食分だけちゃちゃっとさばいていきます。最初に鱗をバーッと取っていきます。そして頭をバスンと落としていきます。とりあえずひたすら。いや最近はこのまな板から溢れるサイズのアジをさばくことが多かったんで、だいぶサイズが可愛らしくなりましたね。サバも頭をポンと、そして内臓を出していきます。ちゃちゃっと内臓を出していきます。ちょっとした小魚ちりめんみたいなの食ってますね。ここやっぱねこのぐらいのサイズでも普通に小魚とか食べますね。カロリーの高い食べ物を食べないと成長しなかったりするんで、主食の小魚を食べております。そして内臓を流してやって、キッチンペーパーでちゃちゃっと水気を取ってやって、そして3枚におろしていきます。で皮を剥ぐのが僕は苦手なので、まず最初に薄く皮に切れ込みを入れてやって、そしてこの状態でピリピリピリっと剥いでやります。そしてこの状態で3枚におろしてやります。サイズは小さいですが身も血抜きしたので真っ白ですね。で反対側も同じように皮を先にピーッと剥いでやって3枚におろしていきます。反対側もできました。で骨は骨せんべいよりのけておきます。でアヒージョに入れるアジは J5 も取っておきます。どうしてもこのサイズでも J5 が硬くて口に当たるので取っておきます。そして3枚におろします。もうアヒ中のアジは皮を剥がずに使うんで、もうそのまま3枚におろします。で反対側も同じようにスッとこっち側も
包丁を入れて、そしてスンと切ります。これでアヒージョ用のアジも3枚おろしいけました。そしてサバも3枚におろします。このぐらいの小さいサバでも前アヒージョにしたら美味しかったんで、今回もちょっとやってみます。もっとね大きかったらしめサバとかそんなので食べてもいいんですが、まあちょっと今回このぐらいのサバなのでアヒージョでいただきます。スンと切って3枚おろしできました。いやー身きれいで、あばらをスッとすいてやります。アヒージョとたたきともにあばらはスッとすいておきます。で血合い骨は口に当たったら食べにくいので、今回はアヒージョとたたきともにのけておきます。ちょっとねサイズが小さいので、これは骨抜きで抜いていたら時間がめちゃくちゃかかるので、今回は切ります。そして青唐たたき用を一口サイズにちゃちゃっと切っておきます。これでたたき分切れました。やっぱり4匹あるとは言ってもサイズが小さいので可食部はちょびっとしかないですね。で青唐たたき用の青唐辛子を切っていきます。ちょっとね偶然スーパーで青唐辛子を見つけたんで購入して、この青唐たたきを思いついたんですが、ちょっと中の種は辛そうなんでのけておきます。でこのワタもちゃちゃっとのけて、細かく青唐辛子を切っていきます。なんかでもこれ匂いがなんか結構ツーンときてすごい辛そうだけど、これ全部入れても大丈夫かな。なんか心配にちょっとなんかなってきたな。大丈夫かな。で生姜のみじん切りを入れていきます。で青唐辛子もちょっと入れて、水にさらした白髪ネギをふわっと入れて、で醤油を軽くチャーッとかけてやって、全体を軽く混ぜてなじませてやって、なんかちょっとネギが多かった気がするけど、まあまあいいでしょう。このねなんか青唐辛子大丈夫かな。なんかこの量なんかすごい辛い気がするけど、まあこれ辛みが足りなかったらもうちょっと辛子足してみようかなと思います。これでアジの青唐たたきの完成です。ちょっとね緑が少ないですができました。大葉がね切れてたんですよ。でアヒージョ用にオリーブオイルをバーッと入れていって、そしてニンニクも入れておきます。ちょっとね張り切って切りすぎたんで控えめぐらいにしておきます。でいい香りがしてきたのでサバとアジを入れていきます。これで煮込んでいきます。煮すぎてもちょっと硬くなってもいけないので程よくやっております。で魚がいい感じで煮立ってきたらトマトを入れて、で塩で軽く味付けをしてやって、豆味と小サバのアヒージョの完成です。それではいただきます。まずは熱々のアヒージョから。トマトもいい感じでパカッと割れてますね。まあでもここは味からいただきます。うまっ。いやこれはねめちゃくちゃうまい。小さい味だけど全然旨味が入って美味しく食べれます。で次はこの小サバいただきます。サバもうまい。多分ね大体ねこのぐらいの小さい小サバって捨てる人が多いと思うんですけど、こういう風にねアヒージョにしたら結構美味しいんですよ。お酒のつまみに最高です。うまい。やっぱねサバこう小さいとね油があんまり入ってなかったりするんですけど、こうオリーブオイルにがっつりつけてるんでそれで油が入るっていうのもあると思いますが、いやめちゃくちゃ美味しいです。
さすがサバ。で、ちょっと熱いもの口に入れたんで、先にね、日本酒でクイッといきます。今回は司ボタン酒造さんのこちら永田農法純米酒というお酒にしますと。高知県のお酒です。ちょっとね、飲みすぎたらいけないので、今日は小さめのおちょこでいただきます。さあ、お味はどうでしょう。うまいな。ちょっとキレのある辛口で塩っ気のある料理にぴったり合いますね。この脂っこさをお酒が飛ばしてくれる感じで、美味しい。で、トマトも熱いけどトマトも甘くてうまい。やっぱこれ小さい味だけど、こうやってちょっと三枚におろして手間だけどアヒージョにして食べるとめちゃくちゃいいお酒のつまみになりますね。箸が止まらない。で、お酒も止まらない。じゃあ次は青唐たたきいただきます。ちょっとね、何かいいレシピないかなと思って調べていたら、この青唐辛子のたたきがあったので、ちょっとね、やってみたいと思って初めて作ってみました。さあ、お味はどうでしょうか。これもさっぱりして美味しいですね。でもやっぱ味にこの油が乗ってないんでサイズが小さい分、やっぱ何かしらそのごま油とか足した方が美味しいかもしれないですね。めちゃくちゃさっぱりして辛っ。これ青唐辛子の辛いとかだった。きついな、辛子が。この青唐辛子の部分に当たったらめちゃくちゃちょっと辛いですね。これは切り方にもよるのかな。ちょっと今すごいむせるぐらい辛かったです。アヒージョと青唐たたきだったら僕このアヒージョの方が好きですね。サバも小さいけどふっくらして美味しいです。逆にちょっとやっぱこの生で食べる分には油っ気がやっぱりないので、ちょっとさっぱりしすぎてる感ありますね。そしてこういった青唐辛子の塊のところに当たったらめちゃくちゃ辛いです。でも言ってみます、もう一回。やっぱ辛いな。なんかレシピにはもっとがっつり青唐辛子をかけるように書いていたレシピもあったんですが、これなんか時期によって辛子の辛さが違うのかな、青唐辛子の。で、ちょっと油っ気が足りないのでごま油足してみます。青唐たたきの方にちょろっとごま油足して軽くちょっと混ぜてみて、それでいただきます。ごま油入れたらやっぱ油が入るんで美味しいですね。さっきよりも全然いけます。いや、でもちょっとね、青唐たたきは今日いまいちだったけど、新しいレシピも試してみないと料理のレパートリーが広がらないんで、最近我が家ではもうちょっと味は勘弁してくださいっていうですね、味持ち帰り禁止令が出つつありますので、いろいろとですね、味を持って帰って食べれるようにレシピは考えております。やっぱ味ング専門でやられてる方、もうちょっと味は勘弁してくれって家族の方に言われてる人いらっしゃいますかね。うちはもう、そういう風になっております。はい。とそういうちょっと悲しい話は置いといて、今回もね、豆味ついつい楽しくていっぱい釣りすぎてしまいましたが、美味しく調理できたので、特にアヒージョは美味しく調理できたので、お酒と一緒に楽しみながらいただきたいと思います。ごちそうさまでした。ということで今回は仕事帰りの息抜きがてらのアジングで釣った豆味と小サバを使ってアヒージョと青唐たたきを作って美味しい日本酒と一緒にいただきました。ちょっとアジのサイズは可愛かったんですが、まとまって風が釣れてくれたので楽しめましたね。ちゃちゃっと釣って早く帰る予定だったんですが、ずっと釣れ続くので延々とやり続けてしまって結局50匹以上釣って帰りました。で、今回はアヒージョと青唐たたきの2種類作りましたが、個人的にはアヒージョの方が好きでしたね。前にアヒージョを作った時はちょっと煮る時間が長すぎて身が硬くなって失敗だったんですが、今回はうまく煮込む時間を調整できたのでめちゃくちゃ美味しくできました。特に普段はポイッと捨てるような小サバも今回やったアヒージョにするとめちゃくちゃ美味しい酒のあてになるのでいいですね。
青唐たたきはちょっとからしの量が多すぎたのでいまいちでしたが、これはからしの量をちょっと調整したらもっと美味しくできるんじゃないかなと思います。青唐たたきはまた今度いいサイズの味が釣れた時にリベンジしてみます。冬も本番になって毎日寒い日が続いていますが、まだまだアジが釣れ続いている地域もあると思います。寒さと風対策をしっかりして冬のアジング楽しんでくださいね。今後もアジングに関する濃い情報発信を頑張っていきますので、よろしければチャンネル登録と高評価、そしてコメント欄をスワイプしてハイプで応援をよろしくお願いいたします。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。最後に、アジングで釣れなくて悩んでいるあなたへお知らせです。ルアー釣り未経験からアジングを始めた僕が、累計3万匹以上釣って学んだ初心者でも釣れる型をまとめた電子書籍を作りました。アジング初心者応援企画として概要欄のリンクよりプレゼントしていますので、ぜひご覧ください。